行する水星33型 T4Y3 海軍最後の急行火爆撃機である。 AI で80年前の色を入れてみる水星 D4Y。 連合軍はジューディと呼んだ。救急式艦上爆撃機の後継機として海軍が送り出した急行火爆撃機である。設計主務者は空技省の山名正夫。日本海軍機として唯一実用化された液冷エンジンを搭載した。艦爆らしからぬ 552km/h の最高速度を叩き出した機体だった。しかし水星が進化を発揮するとき、すでに戦局は傾いていた。マリアナ沖、エンガノ岬沖、そして特攻。当時の写真を AI でフルカラー復元しながら水星がたどった戦いの軌跡を追う。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。離陸前の水星22型 D4Y2 飛行場での1枚である。水星の出発点は1937年、昭和12年。海軍は救急式艦上爆撃機の後継機の開発を計画していた。救急艦爆は固定脚の急降下爆撃機、汚染の真珠湾、インド洋作戦では目覚ましい戦果を上げた。しかしすでに固定脚は時代遅れになりつつあった。求められたのはより高速でより遠くまで飛べる新しい艦爆、そして操縦士と偵察員2名乗りの急降下爆撃機。胴体内に爆弾層を持ち空気抵抗を最小限に抑えた性能優先の機体。それが13式艦上爆撃機として開発されることになる。離陸する水星11型 D4Y1 飛行場での1枚である。開発を担当したのは海軍航空技術省、略して空技省。東京湾の対岸横須賀に置かれた海軍の航空研究の中心地である。ここに艦上機の最新技術が集められていた。設計主務者に指名されたのは山名正夫。風洞実験を駆使し限界まで空気抵抗を削った機体を構想していく。水星の開発は性能を最優先する。これが空技省の方針だった。たとえ生産性や整備性が犠牲になっても最高の艦上爆撃機を作る。その理想を山名正夫が形にしていく。ウェイ空母の甲板に残された水星のオブ、鹵獲された D4Y の一部である。これはある一機の水星のオブである。胴体から尾翼にかけてもともとは滑らかな曲線を描いていた。山名正夫が風洞実験を重ねて削り出した空気抵抗のない設計。紙の上では世界に誇れる艦上爆撃機だった。しかし戦場で水星がたどり着いた場所はここだった。撃墜されもしくは突入し米軍の手に渡る。残骸は水星がたどったもう一つの軌跡を物語っている。性能を追求した艦爆。その性能と引き換えに何が失われたのか。ここから先は水星と水星に乗った人々の戦いの記録である。水星を背にした一人の搭乗員、飛行帽姿の一枚である。水星の試作機は艦爆としての正式採用を待たずに別の形で戦線に投入された。二式艦上偵察機、すなわち D4Y1C である。爆弾層に大型カメラを積み爆撃装備を取り外した偵察機型。1942年5月運用開始。爆撃機本体としての完成を待たずにその高速性能を生かして偵察に使われた。戦争中盤、敵艦隊の動向をいち早くつかむことが
勝敗を左右した時代。水星はその速度でまず偵察員として戦場に立った。愛知港空機の組み立て工場。日の丸を描いた主翼がいくつも並ぶ一枚である。時を1942年6月に戻す。ミッドウェー海戦。連合艦隊の主力空母4隻が太平洋に向かった。その中の一隻、空母蒼龍。蒼龍には水星の試作機13士艦乗爆撃機が搭載されていた。正式採用前の機体が最前線に投入される異例の事態である。ミッドウェー、つまり MI 作戦への参加。蒼龍の水星は偵察任務に投入されたという。しかしミッドウェーで蒼龍は艦載機の発進中に被弾し炎上。赤城、加賀、飛龍とともに蒼龍も海に沈んだ。試作機の水星も母艦と運命を共にした。水星に2型 D4Y2 10D 博物館に残された一枚である。ミッドウェーで母艦4隻を失った日本海軍は空母再建を急ぐ。そして新型艦爆の正式採用も急がれた。1943年、水星11型としてようやく正式採用される D4Y1。しかしすでに戦況は防戦一方となっていた。開発当初の構想、空母から発進する高速艦爆という運用は実現の機会を失っていく。それでも製造ラインは動き出した。愛知航空機の工場で水星が一機ずつ仕上げられていく。水星に乗るのは若い搭乗員たち。彼らが向かう先はすでに敵が制空権を握る港だった。並べられた多数の日本海軍機、総発の銀河と単発の水星も含まれる一枚である。銀河 P1Y、 陸上攻撃機として空技省が開発したもう一つの高速機。実は水星と設計思想が同じである。空気抵抗を極限まで削り速度で生き残る。それが戦争中盤以降の海軍の方針だった。銀河は総発、水星は単発。役割も違うがどちらも空技省の山田正夫が関わった機体である。2機が並ぶ写真は当時の海軍が描いた未来図をそのまま写している。しかしその理想が機能するには戦況が許さなかった。水星の派生型 D4Y2S、 横須賀海軍工廠での試作機である。熱田エンジンは21型から32型へと性能向上を続けた。1200馬力から1400馬力へ。これを搭載した機体が水星12型である。最高速度は 580km/h に達した。機種には磁気発電機を大型化した分のわずかな膨らみが見える。それが水星11型と12型の見分けポイントとなる。しかし高性能化と引き換えに整備の難しさはさらに増していった。液冷エンジンの整備に習熟した整備員と十分な予備部品、これが揃わない部隊では稼働率は低下していく。水星は優れた性能と整備の難しさを両方抱えた機体だった。飛行場の水星33型 D4Y3 空冷エンジン型の一枚である。熱田エンジンの生産は機体の生産数に追いつかなかった。複雑な液冷エンジンは本来大量生産に向かない。海軍は決断した。水星に空冷の三菱近世エンジンを搭載する。それが D4Y3 水星33型である。もともと水冷エンジン用に作られた細い胴体に太い空冷エンジン。そのため最高速度は 570km/h ほどに低下した。しかし生産性と信頼性は一気に向上した。空母艦載機や夜間戦闘機など優先度の高い部隊には引き続き水冷型が配備される。それ以外の陸上部隊には空冷型が回された。太平洋戦争末期、数の上での主力はこの33型となっていく。引き起こす
水星33型 D4Y3 急降下からの引き起こしの一枚である。水星の本来の役目は環状からの急降下爆撃だった。胴体下の補助フラップは急降下時に約70度まで開くダイブブレーキの役割を持つ。機体を空気で抑え、速度の出過ぎを抑える。そして爆弾投下の後、深い角度で機体を引き起こす。これに耐えるため、水星の機体は頑丈に作られた。戦時中、片足が出ずに着陸した松永栄中尉の機体がある。破損したプロペラと左翼端だけを交換して、その機体は終戦まで飛び続けた。性能を追求した機体は頑丈さも兼ね備えていた。それが急降下爆撃機としての水星の姿だった。風母、準陽から発艦する第六脚52航空隊の水星。1914年6月19日、マリアナ沖海戦での一枚である。マリアナ沖海戦、連合艦隊がサイパンを救うために繰り出した太平洋戦争最後の艦隊決戦である。主力9隻の空母が米機動部隊に立ち向かった。そのうち巡洋型空母巡洋に配属されていたのが第652航空隊。第2次攻撃隊は水星9機とゼ戦6機。迷彩塗装の水星が貨客船改造の巡洋から次々と発艦していく。艦長は後にこう証言する。水星の運用は難しかったと。着艦速度が高く重量も増している。正規空母でないと機体だけで発着するのは厳しい。それが水星と巡洋のせめぎ合いだった。オランダ領入ギニアに残された水星の残骸。1947年ジェフマン島での一枚である。マリアナ沖海戦は日本海軍の搭乗員にとって最悪の結末を迎えた。米軍は新たな迎撃戦法を確立していた。電弾で日本機を早期発見し、F6F ヘルキャットを上空に待機させる。熟練を欠いた日本側の搭乗員たちは敵戦闘機に次々と撃墜された。その光景を米軍はマリアナの七面鳥打ちと呼んだ。3隻の正規空母大砲、昇格、飛揚を失う。そして二度と立ち直ることのない艦載機戦力の壊滅。写真の水星は戦後にオランダ領ニューニニアの島で見つかった残骸。そこに置き去りにされた一機もまた太平洋戦争の一つの終着点だった。米空母 SX に迫る山口義則中尉の D4Y 3水星。1914年11月25日突入直前の一枚である。1914年11月25日レーテ沖海戦の後、米機動部隊への神風特別攻撃隊が組まれた。その一人が山口義則中尉。水星に250キロ爆弾を抱え SX、CV 級を狙う。突入の瞬間を護衛艦から撮影された一枚が写真として残っている。ダイブブレーキを展開し、左翼の燃料タンクから煙を引いた水星。時刻は12時56分。機体は SX の飛行甲板に激突した。山口の機体は SX に損害を与え、戦死者を出した。しかし、艦は航行可能な状態を保ち、戦線に復帰する。山口義則、戦死。最後に乗ったのも、急降下爆撃機として生まれた水星だった。SX へ降下する山口義則中尉の水星。突入直前を捉えた最後の一枚である。写真を撮ったのは、領艦の米空母タイコンデロガ。水星は SX の上空から急角度で降下している。ダイブブレーキ、つまり胴体下の補助フラップが開いている。これは本来の急降下爆撃の姿勢に近い。爆弾を投下し引き起こして離脱するのが艦爆の戦法だった。しかし山口中尉は引き起こさない。機体は速度を保ったまま米空母の甲板へと向かう。突入の瞬間まで
急行火爆撃機としての姿勢を保ちながら、水星はその役目を終えていく。彼らがそうせざるを得なかった戦況を写真は静かに伝えている。水星部隊の指揮官、中村文雄対軍服姿の一枚である。太平洋戦争末期、水星部隊を率いた何人もの指揮官がいた。中村文雄大尉もその一人。各地の航空隊で水星の運用が続けられていた。しかし、戦局はもはや有能な指揮官の力で覆せる段階ではなかった。熟練搭乗員はすでに大半が戦死している。部隊に補充されてくるのは訓練もままならない若い飛行兵たち。それでも出撃命令は出続けた。中村のような指揮官たちはその現実の中で部隊を率いていく。それぞれの戦場で水星に乗った若者たちが空に上がっていった。レカル空母バターンに急降下する水星。1945年3月20日、米海軍が捉えた一枚である。1945年3月20日、第58任務部隊 TF58 が本土沖まで迫っていた。九州、四国の航空基地を艦載機で叩く作戦である。迎え撃つ日本側も必死だった。陸上基地から発進した水星が米空母を狙いに向かう。D4Y3 がバターン CVL29 に対し急行火爆撃を試みた。しかし対空砲火が分厚かった。爆弾は外れ、水星は撃墜された。写真にはその失敗の瞬間が記録されている。しかしなお出撃を続ける飛行兵たちが確かにそこにいた。それが本土防空戦の現実だった。斜め上向きに 20mm 射銃を備えた野戦型水星 D4Y2S B20 空迎撃用の一枚である。本土の空に B20 空が現れたのは1944年。陸軍のトリューと同じく海軍も独自に夜間迎撃機を求めた。選ばれたのが高速の水星だった。 D4Y2 の後部座席を改造し、斜め上向きに 20mm 機関砲を搭載。これが D4Y2S である。阪神地区で B20 空を迎撃した第332海軍航空隊では水星野戦が運用された。1945年5月、水木大将尉が2ヶ月で2機の B20 空撃破を報告。その間、7機の水星は全く故障なく作戦を続けたという。整備兵に恵まれた部隊では水星野戦は本領を発揮できた。水星を背にした宇垣まとめ中将。1945年8月15日、最後の特攻。出撃直前の一枚である。8月15日、正午、天皇陛下の玉音放送がラジオから流れた。戦争は終わったはずだった。しかし、宇垣まとめは決めていた。軍服を白い夏服に着替える。階級章を外し、参謀風も外す。愛機の水星に乗り込んだ。宇垣を含めた一機の水星が九州大分基地を発進する。向かう先は沖縄沖の米艦隊。無線では突入間際の通信が断片的に届いた。そしてすべての機影が消えた。宇垣の機体も戦死扱いとなる。正式な降伏の前、最後の特攻として水星は空に消えた。オッパマ飛行場に並ぶ帝国海軍機。終戦直後、水星をはじめとする海軍機の一枚である。1945年8月、戦争が終わる。各地の航空基地に駐機していた日本機はすべて武装解除の対象となった。オッパマ飛行場にも無数の機体が並ぶ。その中にもちろん水星も含まれていた。操縦員はもう機体に乗ることを許されない。機関砲は取り外される。プロペラを外された機体も少なくなかった。牙を抜かれた水星が夏の風にさらされて並んでいた。それが敗戦の風景だった。モネ護衛空ボバーンズの甲板に積まれた
镀鎻された日本旗。戦後、5名本土へ運ばれる1枚である。1945年秋、連合軍は镀鎻した日本旗を評価のため母目本土へと輸送した。ゼロ戦、隼人、月光、銀河、そして水星、太平洋を護衛空母の甲板に積まれて敵国に渡る。主翼を外し、胴体だけにして空間を節約する。行き先は米国本土の評価試験施設。エンジン、機体構造、装備のすべてが米軍によって調査された。水星もその対象の一つだった。特に液冷圧多エンジンと空気抵抗を削った機体は米軍に強い関心を持たれた。戦時中には伏せられていた数字が敵の手で紙に書き起こされていく。水星 D4Y は連合軍にジューディと呼ばれた。救急艦爆の後継機として海軍航空技術省が送り出した艦上爆撃機である。設計主務者は山名正夫。艦爆らしからぬ最高速度 580km/h の海軍最後の急降下爆撃機だった。1942年、試作機が空母蒼龍に搭載され、ミッドウェー海戦に参加した。1944年のマリアナ沖海戦では、巡洋から第652航空隊の水星が出撃する。しかし、日本海軍の艦載機戦力はここで壊滅した。1944年11月25日、山口義則中尉が水星に乗り、米空母エセックスに突入する。それ以降、水星の主な役割は特攻機となっていった。急行火爆撃機として生まれた機体が引き起こさず海に消えていく。1945年8月15日、終戦の日、宇垣まとめ中将が水星に乗って沖縄沖へと飛び、消えた。戦争の始まりから終わりまで、水星はその空にいた機体だった。あなたのご家族、ご親族の中にも水星に関わった方がいるかもしれない。その経験について語り継がれているものがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。先人たちの犠牲の上に今の平和な日本がある。カラーで蘇った写真の中に、彼らは確かにそこにいた。水星に乗った人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ、高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。